ギャラ子たち3人は割と頻繁に魂がボディから抜けてしまうという不具合を抱えていましたが、ギリリの発明した楽器によりそれも解決。さらに4人でバンド活動を行うことになったのでした。さて今日も研究室の隅っこで楽器の練習をしていたギャラ子たちですが、博士も一緒にバンドやろうよ。4人ならもっと楽しいの C だよ。今大事な中間報告の作成で忙しいんだ。話しかけないでくれたまえ。アホ子、博士の邪魔しないで。羽ごとテープで工作して出禁にするわよ。私たちはもうしばらくこっちで練習してましょうね。へえ、せっかくかっこいいのひらめいたのにな。あら、また新しいメロディーができたんですね。素敵。合わせて伴奏してみましょうか。やっぱりバンドって楽しいの C だね。楽しそうでいいわね。シマックさん、よかったらこの曲に詩をつけてくれませんか？シマックさんの詩って大好きなんです。響きが素敵で心に残るから。そう？そこまで言うならしょうがないわね。バンドらしさが板についてきたな。ほんところでギャラ子くん、ヘブン会とやらのこと少しは思い出したかね？ヘブンはなんだっけ？もういい。今は意識体を定着させることが先決だな。それに長く意識体を抜けっぱなしにしておいたら二度とボディに戻れなくなる可能性だってある。まあ大変。楽器の練習しっかり頑張らないとね、皆さん。大丈夫だよ。なんとかなーるの R。 ほんとお気楽アホ子よね。そんなだからアホアホなのよ。よし、できた。それじゃあ私は少し出かけてくる。お出かけ？あっちも一緒に行く。お出かけ、お出かけ、お出かけ。いや、一緒にってこの中間報告を提出してくるだけなんだが。すっげー広い。大きいのいい。まあ、これが外の世界なんですね。とっても素敵な眺めです。こんなの物質界のどこにでもある大学じゃない。博士の研究室の方が69倍最高だわ。そういえば3人とも研究室の外に出るのは初めてだったか。私は今度の学会について学長と少し話してくる。君たちはここでおとなしく待っていたまえ。学会、博士オンステージ。尊い最前列チケット買い占めたい。アホ子、絶対じっとしてなさいよ。お前がフラフラしたらまた博士に迷惑がかかるわ。ギリリさんが戻るまで日向ぼっこしましょうか。ギャラ子さん、お膝にどうぞ。レッパニャのお膝好き。おりょ？ねえねえ、今度の学祭どうする？うちのサークルバンド組んで出ようかなって。
ちょっとアホ子、いきなり飛ぶな。あれ、気になるなあるなこらアホ子。あらギャラコさん、突然どうしたんでしょう。知らない。とにかく追いかけるわよ。待ちなさいアホ子。あれれ、さっきの子たちいなくなっちった。うっは、大学って広いな。なんか楽しいかも。やっと見つけた。何してんのよ、まったく。島くれっぱにょ。ここすごいね。変なのたくさんで、ミュウモもいっぱいいいで。まあ、よかったですね。けど今はまずギリリさんのところに戻りましょう。ほんとアホね。どうせ帰り道も覚えてないんでしょ。その点私は打点してるし、ちゃんとあれ、君たちな、じっとしていろと言っただろう。大学で迷子のお知らせなんて前代未聞だ。めっちゃ恥ずかしかったぞ。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい博士。私責任取って地獄に落ちます。いや、もう打点してるんだろう。まあ、何事もなかったならそれでいい。ギリリさん、ごめんなさい。私も初めてで。けどお迎えに来てくれてありがとうございます。別に礼なんかいい。それよりギャラコ君はどうしてあの場を離れたりしたんだ？そうだ、バンドだよバンド。学祭がバンドでワクワクなんだよ。学祭？ああ、ミュージテックのことか。毎年恒例、音楽とテックの融合を歌う祭りだ。音楽祭り、やっぱワクワク。ねえねえ、あちしたちもその祭りに出ようよ。だってまだライブしたことないし。出るって私たち4人でか？あらあら、素敵。ギリリさん、シマックさんも一緒にやりましょう。大学中が博士推しになっちゃうじゃない。私同担拒否だから。けど博士が望むのならやろうよ博士。みんなでライブ絶対すっごく楽しいのしだよ。ライブか。まあ、目標があった方が意識体の定着作業にも身が入るかもな。わかった、申請しておこう。やったー。よかったですね、キャラコさん。ところでギリリさん、学長さんとのお話はどうでした？まあ、別に大した話じゃない。いやいや、なぜごまかす必要がある？堂々と言えばいいじゃないか。今度の学会で未来型ミリドール研究の発表をすると。ダメだ、書き直し。ミュージテックはただの愉快な学祭ではない。
夜の学会には世界中から著名な科学者が集う。そこでこの未来型ミディドール研究論文を発表すれば、皆私を認めざるを得なくなる。どのみち学長には大見えを切ってしまった。やるしかない。やるしかないんだ。博士、何してんの？あっちのベース聞いてよ。ギャラコくんか。私は今大事な論文の執筆で忙しいんだが、まあ少しくらいなら気分転換も悪くないか。よし、以前思いついたあれを作るとしよう。あれって何？すんごいやつ？君はいつも研究を手伝いたいと言ってただろ。それを実現可能にしてやるんだ。完成だ！ギャラコ力発電機、ギャラコトロン EZ！ 博士の発明品にアホコの名前が。悔しい。ありえないんですけど。まあ、かわいい。一体どんな機械なんでしまあ見ていたまえ。ギャラコくん、いいぞ！思いっきり回してくれたまえ。了解のいい。こうだ会社。ハンドルを両手でくるくる。かき氷屋さんみたいですね。ただのハンドルじゃないぞ。彼女のアホアホな腕力に耐えうる強度と人生を持つ特殊合金性だ。それを超高速で回転させることによって莫大な電力を発生させられるエネルギー革命も夢じゃない。さらにギャラコくん自身のデータも採取できる。まさに一石二鳥の大発明だ。わっははい、ぐるぐるするの楽しいらしい。おお、早くも39万ボルトを超えた。いいぞ、1000万ボルトを目指して思いっきり回したまえ。わかった、いくぞ100万、300万、600万ボルト。いいぞ、もっとだ、もっとパワーを。900万、1000万、おお、3900万ボルト。すごい、想定を上回る出力だ。あら、二人ともあんなにはしゃいで楽しそうでよかったですね。ま、博士が楽しいならいいんじゃない。けどなんか嫌な予感が。今超高速で飛び抜けていったのってネジ？パワーが想定を上回りつつあるな。ギャラコトロン EZ の耐久力が限界に近づいている。ギャラコくん、もういいぞ。実験はここまでだ。ギャラコくん楽しいらしい。ほら、もういいって。止まりたまえ、ギャラコくん。止まりたくても止まんない。今度は雷？なんで私ばっかり。もう少しデータが欲しかったがやむを得まい。緊急停止リモコンポチッとな。あれ、ポチッとな。まずい。博士、全然止まんない。
い、電流が逆流し始めた。このままではギャラコくんが。そんな、アホ子なんてな。こんなこともあろうかと、まだ奥の手を用意してある。ビリビリでケンすまて遊んでいるだ。ギャラコくん、これは一体。ギリリさん、早く止めてあげてください。わかっている。私のメカアームにある69の秘密機能の一つ、ハイパー絶縁くん Z。 これで本体の主電源をオフだ。スイッチポチッ止まった。アホ子は大丈夫？頭がグラグラ。まだしびれてるのび。ギャラコくん、すまない。大丈夫か？まだ目がシパシパする。けどもうちょいで治りそう。全然大丈夫な V だよ。だって博士が一緒だもん。調子に乗るな。まったく君ってやつは。よかった。さっきのギャラコくんの反応、まるで別の人格が憑依したような。むしろあれがギャラコくん本来の？ならばまた同じ状況を再現すれば記憶だって。いや、やめておこう。これ以上研究室の設備が壊れたら大変だからな。うん。そうだ。別に情に流されたわけじゃない。私は科学者なのだからな。研究に集中する博士の物憂げな眼差し。やっぱり押せる。だけどカップ麺ができるのをぼーっと待ってる博士も最高。尊すぎなんですけど、つら。シマックさんはギリリさんのことが本当に大好きなんですね。あっちも大好き。シマック一緒だね。は？素人と一緒にしないでくれる？こっちは趣味で押してるんじゃないんだから。にゃシマックめんどくさ。ねえ博士、遊ぼう。やはりあの膨大な光を数値化して、いや、それではあまりにも。あら？研究室にチラシが届いていますよ。バイト募集のお知らせですって。興味ない。捨てといてくれたまえ。理論は正しいはずだ。しかしもっと検証が。博士、最近ずっとあんな感じだね。バナナあげたら元気出るかな。博士が悩んでいる。いくら打点してる私でも悩みを根こそぎ滅殺することはできないわ。けどせめて何かしてあげたい。このギターを作ってくれたことのお返しだってまだできてないんだもの。決めたわ。私バイトする。
この土のう片付けていいわね。全部トラックに運んでおくから。おお姉ちゃん、毎日頑張ってるな。でも6ついっぺんには無理じゃないか。見くびらないでくれる？推しのためだもの。これくらい余裕よ。はあ、よいしょ。ほらね。じゃあ私これ運んだら上がるわ。次のバイトがあるから。遅くなってごめんなさい。前のバイトが長引いちゃって。レジ変わるわ。しまっけちゃん、おっつー。バイト掛け持ち大変だね。いくつやってるんだっけ？別にたったの6つよ。でもまだ足りない。労働なんて物質界のくだらない慣習だと思ってたけど、推しに貢ぐという概念を知ったことで評価を改めたわ。私の稼いだ価値が推しに還元されるなんて最高の体験じゃない。もっとよ、もっと労働。しまっけちゃん、面白い。あのギリリにこんな友達がいたなんてね。じゃ友達？やっぱり私たち親密に見えるのかしら。でもガチ恋勢だとか思われて惹かれたらどうしよう。私は博士が輝いてくれればそれだけで満足。けどお気にではいたいし。でもシマックさん、やっぱりここにいましたね。働きすぎは目ですよ。レッパニョ、アホコも。何の用？私労働中なんですけど。だってシマック、バイトばっかでつまんない。バンドやろうよ。私にはプレゼントで博士を元気づけるという大切な目的があるの。推しのためなら何も怖くない。何連勤だって平気よ。邪魔しないで。私は今最高に幸せなの。シマックさん、気持ちはわかりますけど、本当にそれがギリリさんのためなのかしら。は？レッパニョ、やる気？お前とは一度白黒つけなきゃと思ってたのよね。はい、望むところです。シマックさんにはゆっくりたっぷり休んでもらいますからね。何？レッパニョが大きく見える。さあ、私の胸に飛び込んできてください。後のことは何の心配もいりませんからね。悔しい。抗えない。これがレッパニョの本気のままみだというの？うほー、どっちも頑張れの G。 そうよね。ちょっとくらいなら休んでも。いやダメ。博士単推しとしてここで屈するなんてできない。博士に貢ぐことが今の私のレーゾンデータル。推しへの愛はママみなんかに負けないんだから。もう意地っ張りさんなんだから。だけどシマックさんの思いは本物みたいですね。重い？私やっぱり重いのかな。そっか、そうよね。あれ？ここは。気がついたか、シマックくん。魂がスポポポーンと抜けかかってここへ運ばれてきたんだ。原因は働きすぎだな。乱
論文にかまけてないで、もっと君たちのことをちゃんと見ているべきだった。そんな、博士は何も悪くありません。どんな時だってありのままの博士が最高です。なのに私、博士の役に立つどころかまた迷惑を。ごめんなさい、本当に。君の行動はとても有用だった。無理して働いたのは私のためだったんだろ。そんなことをしてもらったの初めてだからな。嬉しか、いや、貴重なデータになった。ありがとう、シマック君。無理。気絶した。シマック君、やはりボデーにも不調があったのか。尊さの過剰供給でめまいが。でもさすが博士、私の考えなんて全てお見通しだったんですね。いや、実はレッパニョ君たちが教えてくれたんだ。君が私のためにすごく頑張ってくれたと。博士、すっごく心配してたんだよ。よかったですね。シマックさんの気持ち通じましたよ。あんたたち余計なことするんじゃないわよ。けどまあ今回だけはちょっとだけ感謝してあげなくもないけど。ギリリさん、お茶をどうぞ。昨日もまた徹夜ですか？ああ、ミュージテックまでに論文を仕上げる予定だからな。頑張り屋さんですね。だけど無理しちゃメですよ。あら、どなたか来たようですね。こんにちは、大学広報課です。ギリリさんいますよね。なんだ君は、勝手に入ってきてぶしつけなやつだな。まあまあ、そんなことよりギリリさん、あなたに色々とクレームが入ってましてね。学内で異常な放電を起こしたり、バイトの子が勾配でひっくり返ったり、カップ麺に命を与えたり。一部は事実だが、最後のは知らないぞ。言いがかりも甚だしい。で、あなたは大学に多額の寄付をされてますからね。少々の騒ぎは多めに見ても構いません。ですが、その代わりに今書いてるという噂の論文についてインタビューさせてください。大学広報のためにぜひ。本当の狙いはそれか。さては学長め、いつものノリでペラペラ喋ったな。しかしあの論文の存在を公表してしまったら、もう後戻りはできない。職員さん、お仕事熱心で素敵ですけど、今日はこのくらいにしましょうか。大学の方には私から話しておきますから。さあ、お家に帰ってねんねしましょう。はい、ねんねします。まぶん。おお、ママミで厄介な客を撃退した。さすがレッパニョくんだ。ということがあったんだ。レッパニョくんのおかげで助かったよ。何ですそれ。
博士にそんな悪態つくなんて絶対に許せない。そいつ埋めてやろうかしら。あらあら、シマックさん、そんなに怒ったら体に毒ですよ。レレ？そういえばレッパニョって全然怒んないね。シマックはいつも怒ってるけど。それはお前に対してだけよ、アホ子。ふむ、レッパニョくんに怒りの感情はないのか、それともママミによって抑制されているだけなのか。興味深いテーマだな。論文も進まないし、一つ実験してみるか。できたぞ。怒りを可視化するマシーン、名付けて怒りマルミエール WX。 博士すっごい。ちょっとアホ子、興奮しないでくれる？お前がアホアホ力で暴れたらまたいろんなものが。博士、それどうやって使うの？早く見たいのいい。あらあら、シマックさん、すごーく燃えてますよ。いちごさんみたいに真っ赤っか。 AR で投影した炎のビジョンだ。怒りが大きければ大きいほど大きな炎が表示される。さあ実験開始だ。ギャラコくん、シマックくん、レッパニョくんを思いっきり怒らせてみたまえ。レッパニョのアホパイパイ。あら、悪い子さんですね。お仕置きしちゃおうかしら。とは言いつつもビジョンの生成なし。さすがにこの程度では怒らないか。アホパイパイって何よ。アホはお前でしょ。これだから打点してないやつはダメね。いい機会だし打天使の恐ろしさ見せてあげるわ。レッパニョ、言わせてもらうけど、お前はいつも作るご飯は美味しいし、お布団はふかふかにしといてくれるし、眠れない夜は話を聞いてくれるし、いつもありがとう。どういたしまして。ダメだこりゃ。こうなったら物理的手段に訴えるしかないな。ここにレッパニョくんが洗濯してきれいに畳んだタオルがある。ここに機械油を。こうだ。私とてこんな悪行はしたくないが、科学の発展のためだ。やむを得まい。どうだ、さすがの君もこれで怒ったよね。そうですね。ちょっぴり怒っちゃいました。ギリリさんまで悪い子ですね。目ですよ。あれ？レッパニョ全然ボーボボしてないよ。あら、そうですか。とにかくこのタオル洗ってきますね。いい、自分でやる。このタオルからも貴重な実験データが取れるからな。よかった、怒ってなくて。いや、何を安心してるんだ私は。これは実験だぞ。ゲゲ、なんだこれは。ギリリさん、どうしたんですか？大学のウェブマガジンに私の特集記事がな。しかしまあくだらん内容だ。ギリリ博士、大学を巨大ロボに魔改造。
目的は世界征服か。だと。何これ、草の数が悪意に満ちてる。博士、これって例の大学広報課の仕業じゃ。だろうな。まあいいさ。この程度のことは私は慣れっこだ。ギリリさん、私ちょっとお買い物に行ってきますね。レッパニョが燃えて怒りマルミエル WX のビジョンだ。だがこんな巨大な炎が出るなんて想定外だぞ。少し遅くなるかもしれませんけど、お夕飯の支度までには戻りますから。69分後、大学のウェブマガジンから捏造記事はきれいさっぱり消去されたのでした。これ、レッパニョが記事を取り下げさせたってこと？代わりに丁重な謝罪広告まで出てるし、やるわね。そのようだな。いつもニコニコレッパニョくんだが、本当に怒らせたらめっちゃ怖いのかも。なんか毎日いろんなことあって楽しいのしーだね、レッパニョ。そうですね。私も毎日楽しいのしーですよ。ミュージテックの学会まであと少しか。そうなったらこんな賑やかな時間はもう。私は何を迷っているんだ。迷う必要などないはずなのに。今日はミリチューセッチュ工科大学の楽しい楽しい大学祭、その名もミュージテックですが、天気はあいにくの曇り空。そしてギリリの表情もどんよりしていました。待たせたな学長。今送信した未来型ミディドール研究論文を今夜ミュージテックの学会で発表すれば、科学界の常識はひっくり返ることになるだろう。これでいいんだ。これで。あらあら、外は今にも降り出しそうですね。雨雲の分際で空気の読めないやつ。記念すべき博士のデビューライブだっていうのに。なんかどんより。ねえねえ博士、雨降らない道具の実験しよああ、そうだな。ギリリさん、なんだか元気ありませんね。おでこでお熱測りましょうか。まさか偽名で博士にフラスタを送ったことがバレた。怒ってますか？そうじゃない。そうじゃなくて、私が。博士、どうったの？やっぱりダメだ。私はライブには出ない。君たちだけでやってくれ。博士！ダメだ。こんな気持ちで一緒にライブなんかできない。いた博士！さっきからどったの？お腹痛いの？キャラコくんか。もういいんだ。頼むから放っておいてくれ。私は自分のために君たちを売ったんだ。もう
友達ではいられない。どういうこと？だから論文に書いたんだ、君たちのことを。今夜の学会で研究対象として発表するんだよ。君たちはミディドールの研究の成功例として世界中のさまざまなメディアで見せ物のように扱われる。分かっていた。友達になってくれた君たちをそんな目に遭わせるべきではない。けど我慢ができなかった。自分をバカにした奴らを見返したかったんだ。君たちの前では虚勢を張っていたが、本当の私はその程度のくだらないやつなんだ。さすがに君でも分かっただろう。もう言ってくれ。博士、どうしよう。なんか博士が元気になれること、そうだ、ライブやろ博士。今の話を聞いてたのか。もうほっといてくれ。なぜ私に構うんだ。だって博士がしょぼぼーんしてるの嫌だもん。それにあちし、なんとなくだけどずーっと前にも博士と会ったことある気がするんだ。だから博士はあっちが守る。なんだと。なんでもないのいい。とにかく行こう行こう。やめろ、離せ、離せ。あいにくの雨ですがステージは予定通り行います。お次はギリリと愉快なお友達バンドの登場です。ちょっとアホ子、大丈夫なの？博士はライブしたくないって言ったのに。絶対大丈夫の V だよ。だからやろう、ライブ。皆さん待ってるみたいですね。ギリリさん、無理そうなら私たちが。いや、突然逃げ出してすまなかったな。さっさとやって終わりにしよう。博士、カウント。ダメだ、ダメだ、ダメだ。やっぱりできっこない。もう終わりだ。友達もバンドも大学もやめよっかな。また一人ぼっちに戻るのか、私は。この音は。ギリリさんはギリリさんのままでいいと思います。どんな時だってありのままの博士が最高です。全然大丈夫な V だよ。だって博士が一緒だもん。そうか、そうだったんだ。みんなは一度だって私を否定しなかった。いつだってありのままの私を認めてくれて、私を必要としてくれた。そばにいてくれた。自分を偽る必要なんてなかった。誰かを見返す必要なんてなかったんだ。私が本当に望んでいたものはこの絆だったんだ。博士、カウント。博士始めよう。
始めよう。気づいていたのかもしれない。みんなとのバンド練習、音が合うその瞬間だけは本当の私だった。瞬きにも満たない、限りなくゼロに近いけれど、音楽で通じ合えたと思えるその瞬間、これはやめられそうにない。やみつきになりそうだ。天使たちとのゼロの瞬間の中毒、ゼロティックホリックの研究を。音の高まりとともに一重の光が雲間を切り裂き、ステージの4人を神々しく照らし出した。その日、ゼロティックホリックのデビューライブは大盛況を博し、大学の歴史にその名を刻んだのです。だからあの論文は破棄だ、破棄。未来型ミディドールの研究は事情によりお蔵入りだ。代わりに提出した音楽エネルギー新理論が学会でバカ受けしたんだから、学長も満足だろ。んじゃ、まったくあの卵学長め、私は新しい研究で忙しいというのに。皆さん、おやつの時間ですよ。音楽エネルギー新理論、うまくいってよかったですね。当然だ。効果はあのライブで実証済みだからな。君たちもこれからは助手の仕事で忙しくなるぞ。それにバンドの練習もある。ゼロテクのな。博士といっぱい遊べる。嬉しいらしい。アホ子、慣れ慣れしく博士に接触しないでくれる？ああ、どうやってる博士も押せる。やっぱ尊すぎ。たくさん実験して、たくさん練習して、たくさんご飯も食べましょうね。そうだな。君たち未来型ミディドールの研究はこれで終わりではない。次のフェーズ、ゼロティックホリックという名の壮大なバンド実験は始まったばかりなのだからな。それにギャラコくんの記憶も気になるし、友達としてな。